皆さんお久しぶりです。今日は私は冬休みなので渋谷に行ってゆりさんと会って録音しています。お久しぶりです、ゆおりさん。久しぶりです。いや、最近どうですか？最近、やっぱり、街がクリスマス一ああ、色で、もウキウキしちゃいますよね。そうですね。寒くなったんですけど、祭りだからね。うん。本当に、気分が、そうですみんね。なちょっと、嬉しそうな感じですよね。そうですね。どこに行ってもイルミネーションとか、うクリーん。スマスの曲とかが流れてそうですて、すごね。い嬉しい気持ちです。そうです。クリスマス、東京のクリスマスは初めてですか？去年日本に来たんですけど、東京のクリスマスは、十分に体験できなかっうーたんですよん。ね。はい。そうだったんだ。日本のクリスマスは、みんな、キリスト教はい。はあんまり、知らないんだけど、クリスマスはみんな好きなんだよね。そうですね、それがちょっそれは。と日本の面白いところです。はい。で、東京のクリスマスって、どんな感じですかね。みんなに見せたいんですよね。東京のクリスマスは、本当に、イルミネーションはい。が一番の、見どころになってます。はい。やっぱり、今ここの近くだと渋谷に、はい。青の洞窟っていう、イルミネーションがありはい。まして、そはい。れが、多分写真ね、この後はい。送ろうと思うんですけど、あの、青い、光のトンネはい。ルが公園の大きい道にできて、おー。はい。それがやっぱり若者には人気ですね。そうですね。その写真を後で載せるので、皆さんぜひぜひ見てくださういね。ん。はい。で、今日はせっかくあったから、うん。クリスマスとか、あとそろそろ年末年始じゃないですかね。そうですね。その話もして、あとはですね、皆さんのために学習的な話っていうか、うん。それもしたいと思いますけど、そうですね。そうですね。この話の前に、最近、なんか、今何ヶ月ぶりだろうね。2ヶ月ぶりっていうか、そうですね。結そうですね。構あってます。結構。うん。その間、いろいろあったんで、私バイトをし始めたんですあ、よ。本当ですか？そうです。初めてのバイト。初めてのバイトでおー、す。すごいですね。そうですね。何のバイト始めたんですか？いや、コおー、ンビニのバイトなんでコンビニのすけど、バイトか。そうです難しね。くないですか？難しいっていうか、最初はややこしかったうーんですけん。ど、今はどんどん5回くらい入って、うもう慣ーん。れてましたのあ、で、優そう。秀です。全然。僕も高校生の時、はい。コンビニのバイトしてたんですけど、はい。最初、半年ぐらい、全然仕事できなくて。僕も初めてのバイトコンビニだったから。そういうそうですね。人多いですよ。もう最初はみんなそうだと思いうますね。ん。で、タイミングがちょうど良かったっていうか、うん。入ってからすぐにクリスマスなんですあ、よ。そうだったんだ。めっちゃ忙しくそうですて、よね。そうですね。しかもバイト先のおばあさんうがいん。て、めっちゃ厳しいですよ。だかあら、怖い。怖い怖い。だから、早く覚えないと毎日叱られるのうで、ん。それは嫌だから頑張って、うん。もううん。5回、6回ぐらい入ったら、ね今のタイミングだと、もう慣れてますね。うん。いや、そうね。それは、一回もうできるようになったらもうずっと楽だから、そうですよそれはいいかもね。しれません。そうですね。で、今ちょうどいいタイミングでクリスマスだから、あ、そうなんですか。そうね、ケーキの予あ、ケーキの予約とか、約あるんですね。そうですね。へケーキの予約とか、あとえ。そう、チキンの予約チありまキンの予約とすね。かね、ちょっとめんどくさいけうん、めんど、どくさいよね。そうですね、楽しいんですね、あれなのうん。に。嬉しそうだもんね、みんな。そうですよね。で、バイト先の先輩たちでめっちゃ優しくうて、ん。全然楽しくないからって言ってくれるんでうすよ。ん。だから自分の体に気をつけてくださいとかいうろいろ言われん。ましたけど、日本のコンビニって本当に便利だなと思って、あ、そうですよそうでね。すよね。おせち料理とかも予あります約、よね。そうです予ね。約。みんな楽で、季節を楽しめるために、うん。コンビニでみんなが頑張って、そうですよね。そうですね。飲み物とか、もう毎日変わったりとか、そうですいろいろありよね。ますよね。はい。
みんな日本人はコンビニ好きだからそうすですよねぐ行っちゃう。私もどんどん好きになりました。そうですね。はい。で、そろそろ年末年始なので、はい。ゆりさん、日本人として、はい。日本の年末年始はどうやって過ごしてるか、少しうんお話ししていきたいと思いそうまね。ですすね。はい。僕も気になるのでお話ししていきましょはい。う。日本ではやっぱり家族と家で過ごすのが、はい。まあ、やっぱりメインなのかなっていう感じですね。そうですね。みんなで日そうです本人でやっぱり一年中忙しい人が多いから今のうちにみんなで楽しみましょうという。そう。みんそうでな、すね。お父さんお母さんのとこに帰って、はい。で、みんなで、こたつの中で、はいみかんを食べたりとおか、ーテレビを見たりとか、あとはいおせちをはい食べたりとか、そう、正月にしかない食べ物とかもあったりして、はいあとは、神社に行ってお参りをするとか、それは結構みんなやりますね。すごいですね。うんこれがなんか冬の醍醐味というか。そうですね、醍醐味。そうですね。そのイメージがすごいですね。うん。あとゆりさんの家ではおせち料理って、うん家で作るんですか？いや、僕のところは、おせちは食べないんですけど、はい蕎麦を食べます。ああ、年越し蕎麦って言って、はいそれ知ってます年越しそばってなんか意味があって、そう。年を長生きしたいという。そう、よく知ってますそうですね。か。そう、それがあるんですよ。すごいですうね。ん。ですね。あと大晦日の日にうん。家をなんか綺麗にあ、片付けたりあります掃ありま除したり。す。ゆりさんの家でもみんなで楽しくやるんですか？もう、まあ、楽しいっていうよりか結構大変なんですけど、もうお母さんが厳しくて、あーもう家中の電気を取って、はい。それ中を拭いて、みたいなのをやったりとか、詳しいですね。そう、なんかお母さんすごい綺麗好きだから、そういうのをやったり、はい。まあそれ終わったら、日付が変わって、はい。新しい年になった瞬間に、神社で、はい。除夜の鐘っていうのは知ってますはい。そうこれを鳴らしますそうか？、それを鳴らすっていうのを、なんかやりますね。それは。そうですかね。あとここで皆さんにちょっと言葉についてうんお話ししたいんですけど、さっきゆりさんが言ったお話の中でおせち料理とか、うん大晦日とうか、ん。あとね日付が変わると元日とか元旦とかそういう言葉あるんじゃないですかね。言いその言葉をはいゆりさんから説明してもいいですか？はい。はい。そしたら、おせち料理からなんですけど、はい。おせち料理っていうのは、日本のお正月にしかない食べ物で、はい。一つ一つ、なんか大きい箱の中に、おいろんな料理が入ってるんですよ。へえ。で、それが一つ一つ意味があって、はいこれがまあ健康とか、まあこれはもう平和とか、はいまあそういう風に、一つ一つ意味があって、それを食べることによって、はい。その次の年、まあ元気で幸せでいられるっていう、まあ昔から日本の文化はい。なんですけど、それをみんなで食べて、家族と一緒に食べて、まあ来年も頑張って、まあ生活しましょうねっていうのが、それがおせち料理です。おせちって言います。はい。あとは、大晦日。あ大晦日は、大晦日なんですけど、次は。大晦日ってまあ、12月31日。一年の最後の日最後の日のことですね。はい。そう。それは、そうですね。みんな、他の国ではあんまりない言葉なのかなと思うんですけど、そうですね。一年の一番最後の日のことを大晦日。で、1月1日のことを元旦って言います。はい。はい。それは、みんな多分、日本人は、12月31日のことを、1日のことを12月31日って言わないんですよ。そうですね。みんなもう大晦日って言ってるんですよね。で、1月1日のことは1月1日ってもう言わない。はい。みんな元旦って言うんで、はい。それは絶対覚えといた方がいいですね。いきなり大晦日って言われても、それ何ですかってなるから。そうですね。そうですね。あと、私から少し気になった点なんですけど、最近日本の若者の中で、その洋風の文化が流行ってるんじゃないですか。で、その時は大晦日って、
洋風に過ごしてますか？あと和風に過ごしてますか？それは、なんか、面白いのが、ほとんどの人は、はい和風に過ごしてるんですけど、はい実は僕、毎年、はい大晦日から元旦にかけて、はクラブで働いてるんですよ。い。えあの、いつもはい働いてるところが、ライブハウスとか、あークラブの、音楽のベニューなんですけど、はい。そこが、日付変わる、新しい年になるとき、ニューイヤーパーティーをやるんですよ。それはもう洋風の、はい。で、それ、いっぱい人が来て、で、はい日本人だけじゃなくて、いろんな外国人とかはいはいもみんな集まってきて、そこで、まあ、なんか結構、洋風っぽい、もう、クラブのパーティーみたいなのをやるっていうので、はい。僕は毎年それに行ってるので、どっちかっていうと、洋風の洋風年の方越しをしてるかもしれれないんですけど。そうですけどね。家ではもうみんな、おせち料理食べたりとか、はい年越しそばを食べたりとかしてるから、半分半分ですよね。そうですね。いろんな人がいますね。でも若者は確かに、その洋風な人も多いかも。そうですよね。確かに。あ、ゆりさんも、この間、なんか何しましたか？最近、実は1ヶ月ぐらい旅行に行きまして。へえ、また旅行に行ったんですか？そうなんですよ。すごいですよ。旅行が大好きで、はい。この前はタイ行ってたんですけど、はいはい。今度はタイだけじゃなくて、東南アジアの国、ほとんど全部行きました。全部行きました。はい。へえ。もうこれで1ヶ月ぐらいで行きましたね。バスとすごい電車はい。だけで、それ全部回って、え、お金を使いたくないから、あんまり。すごい、これって、全然飛行機使わなかったってこそうですね、とですか？飛行機は使わなかったです。それで東南アジアで行けるんですか？行けます。すごい、きついんですけど。はい。でもそれは旅行の醍醐味ですよね。そうですね。いろんな景色が見れるから。そうですよね。疲れました。でも、現地の料理がすごい美味しかったりとか、市場に行ったりして、それで、まあ、いっぱいご飯食べて、はい。いっぱいなんかビールとか飲んだりして、それで、まあ楽しかったですね。もう、カンボジアとか、ベトナム、ラオス、あとタイももちろん、あとマレーシアとか、あとシンガポールとかもそうですね、シンガポールから帰ってきたんですけど、もう、本当に長くていろんなことが起きて、やっぱご飯が美味しかったですね。ベトナムのフォーが。口に合いました？そうですね。日本人もやっぱり普段お米食べてるから、はい。やっぱお米の料理が多くて、全然もう普通に食べれましたね。そうですね。ゆりさんは辛い食べ物が得意ですか？僕実は得意じゃなかったんですよ。なんだけど、タイの食べ物とか、ベトナムの食べ物とかも、辛いんで、どれも。辛いですね。でも、食べないともうお腹空いちゃうから、もう食べるしかないと思って食べてたら、だんだん辛いのが美味しいこと気づいてきて。そうですよね。そう。で、タイではコンビニセブンイレブンとかありますあります。ありましたけどね。他の国はどうですか？私他の国もあるんですよ。どこの国もセブンイレブンとかあって、だからまあ結構物には困らないですね。そうですね。必要なものはそうセブンイレブンとかあるから、そこで買って、そう、あと市場もでっかいのがあるから、そこに行って、まあ朝ごはん食べたりとか、まあタオルとか買ったりとか、旅行に必要なものはそこで買ってましたね。便利ですね。いつも持ってる必要がなくて。そう。安いし。そうですね。日本と比べたら安いから、いろいろ便利ですよね。そうですね。お金も、物も。最近はなんか、だんだんあんまり変わんなくなってきてますけど、まあでもやっぱり、まあ日本の半分ぐらいの値段で物買えるから、まあ便利だなっていう感じしますね。そうですよね。そう、皆さんが住んでるところにも、もしかしたら僕行ったかもしれないですね。そうですよね。そう、今聞いてる皆さんの中でいろんな国の皆さんが、いろんな国の皆さんが聞いてくれてるから、多分知ってるかもしれないですね。はい。で、今年もなんかたくさん旅行するつもりですか？そうですね。今年はインドに行ってみたいです、僕は。インド広いですね。インド広い。あと中国も行きたいし。
トルコとかも行ってみたいですね。ぜひ今年中に行けると思いますよね。来年ゆりさんのことだから。目標です、僕の。すごいです。